おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。アーシングジャーナルです。本日はですね、ありがたいことに視聴者さんからリクエストいただきまして、前回サーフィンの持ち物編っていう動画を作ったんですけど、こちらですね。はい。こちらは夏の日のサーフィンの持ち物を紹介したんですけど、真冬の日の持ち物を教えてほしいっていう風にコメントをいただきましたので、今日は真冬の日のサーフィンの持ち物をご紹介しようと思います。はい。今日はねまだ真冬じゃないんだけど、そうだね。秋から冬からにかけての、ウェットだったり寒さ対策で、準備しているものなどを紹介していきます。はい。あくまで個人的なあれなので参考になるか分かりませんが、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではまずですね、ウェットスーツですね。ウェットスーツは真冬、12月中旬から3月上旬ぐらいかなは5ミリのセミドライを私は着てます。もう寒がりなんで、年を追うごとにどんどん寒さに耐えきれなくなってって、もう最近は真冬は入りたくないって感じなんですけど。ちなみにセミドライって何ですか？セミドライっていうのはですね、ここの外側がゴムになってて、で中がねこういう風にねちょっと起毛になってるんですよ。裏起毛ね。裏起毛。ヤフーショッピングでオーダーで当時6万とかで買ったんですよ。破格じゃない？安い。5ミリのセミドライオーダーで6万って安いよね。安い。俺ね、高校生の頃初めてセミドライオーダー作ったんだけど、10万超えてたよね。でも普通そんぐらいするよね。する。有名なスポーツブランドとかだとやっぱそんぐらいするの普通なんですけど、これは個人で経営してるのかな、もうこれ3年目ぐらいのあれなんですけど、確かにちょっとここがゴムだと傷がつきやすくて、こういうところとかちょっと穴とか開いちゃってるんですけど、それでもねほとんど水入ってこないんですよ、これ着てれば。だからまず真冬は5ミリのセミドライのフルスーツをおすすめします。で、私のこれはこれなんていうの？フロントジップじゃないか、なんていうんだこれ。こうかぶ着て、後ろからこう首を通して、ここチャック閉めるタイプのやつで、このねメーカーはねロゴとかここの刺繍の糸とかもね色が選べたりする、ロゴの場所とか後でここに貼っておきます。はい、では次ですね。ガチで寒い日用はこれです。ウェット素材のキャップ、兵隊キャップ。そう、こうやって甘さみたいになるんですけど、こうやってこうやってやると耳も隠れるんですよ。耳がね冬やばい。そう、耳が寒いじゃん。北風がさビュービューの時は海の中って意外とあったかいじゃん。もう耳。そうなんです。これがあると全然違うよね。なのですっごい寒がりな人はこれあるといいかもしれないです。これはオニールのなんですけど、楽天かアマゾンで買いました。で、裏はこんな感じになってます。はい、これですね、ヘッドキャップ。で、次はグローブです。グローブもサーフィン用のグローブを使っていて、それ以外何のグローブ？いや、人によってはね、ワークマンで買ったグローブとか。マジで？そういうのも使えるっちゃ使えるらしいよ。ワークマンので防水のやつがあるんだ。多分ここまで性能は良くないけど、そんなお金かけたくない人はワークマンっていうのもあるらしい。いい情報それ。そう。でも私は楽天かなんかで買った。言うて2、3000円だもんね。寒いのが苦手だった私結構秋とかでも使っちゃうかもしれない。手は絶対冷たくなるから冬は必須ですね。真冬とかさ、超凍えるともう手がこう閉じれなくて、動かない。もうちょっとねこうね開いてくんだよね。パパドル力も落ちるし、ボードにこう手つこうとすると手首もうまく機能しなくて。そうだね。あったかいに越したことはないよね。で着方はウエット先着てこうやってめくって手袋はめて、その上にかぶさるようにウエットの袖をこうやってやればあんま水入んないです。はい、次はサーフブーツです。これも楽天かアマゾンで買ったんですけど、このフェローサーファーズってやつ、結構いろんなサーフグッズが安く出してていいよね。裏がこういう風にゴムになってて、リーフポイントでも多分これ入れるよね。でここが柔らかいから結構すんなり履けます。裏こんな感じになってて、これも手袋と一緒で、ウエットを折りたたんで履いて、その上にかぶさるようにウエットやるって感じです。これも必需品。じゃあ次ですね。海から上がってシャワーがポイントにない時とかに、だいたい私たちはこういうクーラーボックスに2リットルのペットボトルを
入れて、でこれ前回の動画でも紹介したんですけど、真冬の時は60度ぐらいのお湯を入れて持ってってます。そうだね。でこれは昨日の夜入れて、もう今10時ぐらいなので、多分体感30度ぐらいはある。30度真冬だと寒い、冷たいけどね。寒いね。でもまあ35度ぐらいかな。なんか結構サーファーの人ってさ、こんぐらいのでっかいタンクで5リットルとか10リッターのタンクねやるじゃないですか。私絶対持ち上げられないので、もうこの2リットルだったらもうパーって浴びやすいので、女性の方はおすすめです。これおすすめめっちゃ。クーラーボックスね、多分家にあるかなと思うので、やってみてください。ちなみにね、僕はね、真冬でも真水しっかりウェットの中まで水入れて浴びちゃいますけどね。はい。では次、これはおまけっていうか、あればいいかなみたいな。でも使ってる人多いと思うよ。本当？ジェラルドのホットジェルってやつなんですけど、りょうたが前に5ミリのウェットを持ってなくて、3ミリのフルスーツとブーツグローブなしで真冬の海入ってたんだよね。千葉さんの入ってたね。でその時にあまりにも寒い寒い言うから、この動画こちらでそうでこのホットジェルを買ったんですよ。で結局買って1回も使ってないんですけど、体に塗ってウェット着て入ると 1,2 時間ぐらいあったかいのが結構持つみたいで、すごい寒がりの人はこういうのもいいかもしれないです。あと寒い日とか腰回りに塗るといいかもね。ああそうだね、確かに腰回り冷えやすいのでこういうのもあるっていう情報でした。はい、あとはワックスのクールかコールドかな。だいたいワックスの箱に何度から何度の水温がベストっていう風に書いてあるんで、水温が10から14度だと真冬ぐらい。いや真冬だよね。1月2月とかじゃないの。2月から本番だからね、冷たくなっていく。そうだね。こういうコールドで秋とか冬入りたてぐらいはクールかな、のワックスがあればいいと思います。あとは前回も説明したんですけど、着替える時に使えるこういうポンチョあればベストだと思います。冬のサーフィンには着替える時が一番ね、寒いからね。地獄じゃないですか本当に。あったかい車から出て、まず服脱いで着替える作業と、海から上がってきて、体が濡れてるとこをいかに早く済ませるか、快適に済ませるかが重要だから。本当それで、これはタオル地になってるんで、着ながらパパパパって水も拭けるし、すごい便利だと思います。じゃあ持ち物はこんな感じですかね。そうだね。あと他のものとかは前回の動画を一応見ていただければと思います。じゃああとは早くウェットを脱ぐ方法を大事かもしれない。なんか知ってる人多いと思うんですけど、私がやってる方法を教えますね。ちょっと今日着ないんでちょっとすいません、分かりづらくてすいませんが、今度着たやつはまた別の動画であげます。でこうやって着てるじゃないですか。でまずここの裾を内側に折るのね、こうやって。で両足折ります。でそしたらここからお湯を入れます。でお湯を入れていくとここに溜まっていくじゃないですか、どんどんここに。まず上半身は自力で頑張って脱ぎます。でここから足が結構いつも脱ぐのが大変じゃん。それがここに水が溜まってると水圧でスルーンって抜けるんですよ。水圧なの？肌とウエットスーツの間に水があることによって隙間があるじゃないですか。その摩擦がなくスルッて脱げるんですよ。で足首に、最後ここちょっとあるんですけど、足首ぐらいだったらかかとこうやって出してスルッて抜ければ簡単に脱げるんで、簡単に脱ぐ方法のポイントでした。はい、次回実践してもらいます。はい。あともう一個、今のは脱ぐポイントで、早く着るポイントもあって、これも多分ほとんど知ってるかもしれないんですけど、ちょっと待って。知らない人用にね。さて今日の波。ポイントによってはできないこともないんですけど、あんまね、ここはほぼフラットですね。こういうビニール袋を足にこうやってまず入れます。でこの状態でウエットスーツを着るんですよ。そうするとこれもさっきと同じ原理で、肌とウエットスーツの間にビニール袋があることによってスルッて滑って履けるんですよ。ちょっとしたポイントでした。大事かもしれないね。知らない方はぜひやってみてください。はい、以上です。以上、あゆみさんからお届けしました。僕からはウエットスーツについて、僕もプロではないんで、僕の知ってる限りのことでお伝えできたらなと思うんですけど、
ウェットスーツ安い買い物じゃなくて結構ね高い買い物なんで、しっかりしたものを選ばないと寒かったりっていうこともあるんで、ちょっとした紹介ですね。で僕が年中使ってるのが、このジャーフルって言われてるウェットスーツなんですけど、素材が伸縮性のある生地なんだよね。これはすごい伸縮性ある分動きやすい。ただこういう生地の表面から水は浸透してくる素材なんだよね。僕のは首からこうやってかぶってマジックテープで留める式なんですけど、首からも袖からも足からも、基本的には水は侵入してくる構造にはなってくるんですよ。だから秋から、冬の最初にかけてぐらいはこのぐらい大丈夫。ただ茨城とか千葉北の方とかは海水冷たいんで、木口からセミドライ使ってる人もいると思うんですけど、千葉南より下だね、湘南とかもだね。湘南とかも意外とジャーフルで年中いけちゃうんじゃないかと。水があったかいもんね。そう、水あったかいとこは全然大丈夫。もう千葉北越えてくると、特に大原より上はめっちゃ冷たい。で必要になってくるのが、このセミドライと言われるものですね。基本的構造的に水が全く入らないわけではなくて、入りにくいっていう構造に作られてるんだよね。普通の夏とかに着るウェットはこのジッパーから意外と水侵入してきます。ただこのセミドライのやつは、防水ジッパーって言われてて、水が侵入してきづらい。で生地的にもこういうところはラバーって言われてるゴムの生地で、ここから水は絶対侵入してきません。ただセミドライは腰回りとかっていうのはジャージと同じ生地になってるんで、こういうとこは水が侵入してくることもあるのかなって思います。でこれの他にもう一個上のが、ドライスーツっていうのがあるんだけど、これは基本的にサーフィンやってる腕はあんまり必要ない。北海道でやるぐらいだったら多分必要な人もいるのかなと思うけど、ドライスーツはもうどっからも水が入ってきませんよ。むしろ私服で着て海入ってそれでも濡れませんよぐらいのスーツらしい。すごいね。そう。最初買うなら2年ぐらいやって、もう真冬も絶対サーフィンするぞって決め込んでるんだったらセミドライ買っていいと思うんだけど、どうだろう、高いからね。正直ジャーフルとかでも、サーフィンする場所を選ぶのであればいいのかなと思うし、裏のこの生地もいろいろ選べて、ホットカプセルとかブランド物が出してるものはいろいろ生地あって、こうやって紐が乗ってるやつとこのジャーフルみたいに全く紐がないやつで全然分かれるし、この紐でもいろいろ種類あって、一番高いのにすると高いの5万ぐらいプラスになるんじゃないかぐらい高いんだけど、それはマジであったかいらしい。そうだからチョイスとしてはジャーフルで、裏の生地をちょっとグレード上げてあったかくするのか、もしくはセミドライを買って裏の生地を安くするのか、すごい寒がりな人はセミドライにもう裏の生地もしっかりした生地つけて寒さ対策をバッチリするのか、これで結構変わるものだと思う。ちなみに私は一番最初に買ったフルスーツは、3ミリの上がセミドライで下がジャージとかだったかな。村スポの閉店セールで、確か半額で3万ぐらいで買ったんだよね。そういうのもありました。吊るしでもいいよね、正直。私は大丈夫でした。ただサイズ選びは慎重にしないと、本当に使ってみて首すれんだよねとか脇すれんだよねっつってもう痛くてやってらんない時あるじゃん。私はないけど、よかった、肩幅があるからそうなのかもね。脇とか。そう、脇はね結構すれる。それは辛いね。そう、慎重に選んだ方がいいかなっていうところかな。私のオーダースーツなんて5、6万ぐらいで全部5ミリのセミドライフルスーツオーダーできたので。あれどうしたの？メジャーは？友達のお父さんにちゃんと測ってもらった。そうなんだ。で本当は今日このままセミドライを着てサーフィンする様子とかも撮りたかったんですけど、ちょっと今日ね風がすっごい強いのと波が全然なくて、北風ビュービュープラスなんか北東うねりで、マルキだったらまだ入れたかなって感じなんですけど、ちょうど大会やってて入れなかったので私たち午後ちょっと予定があって早く帰んなきゃいけないのでサーフィンは諦めました。なのでまた次回冬のサーフィン Vlog 撮れたら撮ろうと思うので、着方とかだいたい何時間ぐらい入ってとかもそこら辺も説明しようと思うので、よければまた見てください。あとね、やっぱ冬にはこのマテ茶亮太といえばマテ茶だね。やっぱ海上がりにこのあったかいマテ茶が体にしみる。
こんな感じ。朝コーヒー飲む感覚のマテ茶、海上がりのタバコ吸わないんですけど、多分一服する感じの多分マテ茶。めっちゃ今寒いんですけど、あったまるでこれ。うまいっしょ。あったまるっしょ。これ僕の。苦いんですけど体にすっごいいいんだよね。そう、マテ茶はまた今度詳しく説明したいと思います。将来僕のブランド作る予定なんで要チェックです。今日の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、なんか全然私たちサーフィンのエキスパートじゃないので、なんかすごいいろいろ知ってるわけじゃないんですけど、こんな私たちに何か聞きたいこととかあればぜひコメントお願いします。参考になった方はいいねと、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。僕のは参考にしてないらしいです。では最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回お楽しみに。バイバイ。今日はそしてなんとりょうたさんの誕生日です。よし君から結婚祝いでもらったわー、シャンパン入りました。ご飯を作りました。はい、お願いします。で、シャンパン飲んじゃいましょう。大慌てで作ったご飯いただきます。プレゼント、これはりょうたがリクエストしてたものです。袋はちょっとね、私の別の袋ですけど何ですかそれは。わー、卵焼き器。すっごいピカピカ。やばい。すごいいいね。ピカピカ。それ何の素材なの？銅ですね。銅熱伝導がいいんで。なるほど。これで海外でいっぱい卵焼きを。楽しみですね。りょうたの卵焼きはとっても美味しいので、寿司職人の卵焼きです。いっぱい使ってください。ありがとう。もうこれ50年使えるから、一生使えるから。そうなんだ。これで何番分もなきますよ。おめでとう。バイバイ。